こんにちは。今回は多くの人がいつかは直面するかもしれない親になるという旅路について、最新の生殖医療科学の視点からその道のりを一緒に見ていきたいと思います。まずはこんな問いから始めましょうか。赤ちゃんを授かろうと1年間頑張ってきたけれど、なかなかうまくいかないカップルがいます。彼らは心から家族を築きたいと願っている。さて、ここから先、彼らは一体どうなっていくんでしょう。これって決して他人事じゃないんですよね。今回は現代の生殖医療科学が照らし出す道をたどりながら、その答えを探っていきましょう。はい、セクション1です。まずは包括的な不妊症検査についてですね。親になるための旅っていうのは、まず今いる場所を知ることから始まるんです。つまり、カップル双方の体を徹底的に調べることからスタートするということなんですね。ここですっごく大事なポイントがあるんです。それは、不妊はどちらか一方の問題じゃなくて、カップル2人の問題なんだって考えることなんです。だからこそ、最初からあらゆる可能性を探るために、2人で一緒に包括的な検査を受けることがすごく大事になってくるわけです。じゃあ具体的に何を見ていくかっていうと、この4つの大きな柱に沿って検査が進められます。男性側の精液検査、女性側の卵子のポテンシャルを調べる卵巣予備能検査、きちんと排卵が起きているかを確認する排卵評価、そして妊娠の舞台となる卵管と子宮の検査、これらを一つ一つすごく体系的に調べていくんですね。まずは男性側の精液検査からですね。これちょっと驚くかもしれませんけど、不妊に悩むカップルのだいたい3組に1組で精液に何らかの課題が見つかるって言われてるんです。この数字を見ても男性側の要因がいかに大事かっていうのがよくわかりますよね。次は女性側の卵巣予備能。卵巣にどれくらいの卵子が残っているかの目安ですね。これを調べます。一番大きな影響を与えるのはやっぱり年齢なんですね。それに加えて超音波で卵子の数を数えたり、血液検査で特別なホルモンの値を測ったりして、今後の治療に体がどう反応してくれそうか、そのポテンシャルを探っていくわけです。次に、排卵はちゃんと起きているのかっていう点ですね。毎月きちんと生理が来ていれば、排卵している可能性は高いです。でも、もっと確実に知るために、排卵後のタイミングで血液検査をします。この時、プロゲステロンっていうホルモンの値が一定以上あれば、はい、確かに排卵しましたねっていう、もう確実な証拠になるわけです。そして検査の最後は、赤ちゃんが育つ、言ってみればベッドルームですね。卵管と子宮のチェックです。卵子と精子が出会う道とか、受精卵が着床する場所に物理的な問題がないかを確認します。実はこういう構造的な問題が女性側の不妊原因の3割以上を占めることもあるなんて言われてるんです。体に負担の少ない方法で調べることができます。さて、検査が終わったところでセクション2です。これらの検査で一体何がわかるのか、不妊の潜在的な原因を探っていきます。この円グラフを見ると、不妊の原因ってどこか一つに特定できるわけじゃないんだなっていうのがよくわかりますよね。排卵の問題、男性側の要因、そして卵管や子宮の問題がほとんど同じくらいの割合を占めてるんです。そして注目してほしいのが、およそ 15% ものケースではっきりとした原因が見つからない、原因不明と診断されることがあるんです。もうちょっと具体的なケースを見てみましょうか。例えば、排卵がうまくいかない多嚢胞性卵巣症候群だと、まずは薬を使って排卵を促す治療が行われます。一方で、さっき触れた原因不明のケース。この場合は、まず人工授精 IUI を試して、それでも難しければ体外受精 IVFA と段階的に治療を進めていくのが一般的です。はい、セクション3です。原因が見えてきたところで、じゃあ次はどうするのっていう治療の選択肢を探るステップに進んでいきます。ここですごく興味深いデータがあるんです。科学的な証拠がいかに治療法の選択に影響を与えるかっていう良い例ですね。PCOS の治療でよく使われる2つの薬を比べたところ、5回の治療サイクルで赤ちゃんを授かることができた割合は、片方の薬の方が明らかに高いっていう結果が出てるんです。データに基づいてより効果的な治療が選ばれていくということなんですね。もっと高度な治療に進む前に、まず
人工授精 IUI っていう選択肢があります。これは一番妊娠しやすい排卵のタイミングを狙って元気な精子を選んで子宮の中に直接届けてあげるという方法です。特に原因不明の場合なんかにまず試みられることが多い治療法ですね。でも例えば卵管が詰まっちゃってるとか、男性側の精子の状態がかなり厳しいとか、そういう人工授精では乗り越えられない壁っていうのもあるわけです。そういう時に最も有効な選択肢として登場するのが体外受精 IVF です。ここが治療の大きな分かれ道になるんですね。そしてこの数字、これは本当に目を見張るものがあります。43.1%。これ、30歳未満の女性がたった1回の体外受精で無事に出産までたどり着いた確率なんです。現代の体外受精が特に若い方々にとっていかにパワフルで希望に満ちた技術かっていうのを力強く示しているデータと言えますよね。はい、セクション4です。では、いよいよ生殖補助医療の最先端、体外受精の科学の世界にぐっと踏み込んでいきましょう。一見複雑そうに聞こえる体外受精も、この5つのステップに分けてみると流れがすごくよくわかるんです。まず、薬で卵子を育てる卵巣刺激。育った卵子を体の外に取り出す採卵。そして、卵子と精子を出会わせる受精。受精卵が育っていくのを見守る胚発生。で、最後に、育った胚を子宮に戻す胚移植。こうしてみると、一つ一つのステップがすごく論理的ですよね。そして、今の体外受精って安全性と精度の両面でもうびっくりするくらい進歩してるんです。特に双子とか三つ子が生まれやすいんじゃないのって心配される方も多いと思うんですけど、今では一番状態のいい胚を一つだけ戻す単一胚移植が主流なんです。その結果、多体妊娠の割合は今やたったの 4% にまで抑えられてるんですよ。セクション5、物語の結末です。それでは、冒頭でご紹介したカップルに話を戻して、彼らの旅がどんな結末を迎えたのか見ていきましょう。あらゆる検査を経た結果、このカップルの診断は原因不明の不妊症でした。まさにさっきデータで見たあの 15% のカップルが直面するケースだったわけですね。そして彼らは体外受精に臨んで本当に希望に満ちた結果を手にします。13個の卵子が取れて9個が受精。そのうち6個が移植できる状態まで元気に育った。そしてそのうちの1つが子宮に戻されて元気な男の子が誕生したんです。まさに先ほど解説した IVF のプロセスそのものが一つの家族の夢を叶えた。そんな瞬間でした。さらに彼らの物語には続きがあるんです。残りの5つの胚は凍結保存されていて、将来2人目、3人目の子供を望むときにまた希望をつなぐことができる。これって現代の技術が一度きりじゃなくて長期的な家族計画を支える力を持ってるってことなんですよね。ただ、この物語はここで終わりじゃないんですね。科学の旅もまた続いています。次の大きな挑戦は何かというと、年齢とともには避けられない卵子の質の低下みたいなまだ残されている大きな壁をどう乗り越えていくかです。親になりたいと願うすべての人のために生殖医療科学の挑戦はこれからも続いていくんです。